そっか、最後のとこか。寂しいね。最後かな。なんかさ、文化祭とか運動会の時みたいな、普通の行事感はあるよ。ある、それはある。だけど最後感はない。最後感ないね。まあいいんじゃない。徳山高校の卒業式に向かう矢継ぎ裕太さん18歳。裕太さんはおよそ2万人に1人の確率と言われる先天性の遺伝性疾患アルビノです。アルビノは眼皮膚白皮症とも呼ばれ、メラニン色素の合成に関わる遺伝子に変異があり起こります。紫外線に弱いこと、生まれつき肌や髪の色が薄いことに加えて視覚障害を伴うことが多く、裕太さんも弱視です。黒板を読むときには単眼鏡が、教科書の文字を読むときにはルーペが欠かせません。第29,880号。なんか普通に一つの行事が終わった感じで、全然もう学校に来ないっていうのは実感がないんですけれども、いい卒業式になったのかな、その後のホームルームも含めて楽しかったなっていうのが一番です。写真ちょっと寒いところで珍しい。ゆうたよ、こんな感じやん。いや、母さんにはしてくれんよね。裕太さんの母、幸子さんです。休みの日は学校がないってすごい悲しんでたので、充実の学校生活だったんだろうなと思って、今日もクラスの雰囲気見てたら本当に楽しそうだったので、今日はいい顔を見せてもらえたので良かったです。紫外線に弱くても目が見えにくくても、できることは何でも自分で挑戦したいという前向きな性格の裕太さん。今叶えたい夢が2つあります。一つは中学1年生で出会ったブラインドサッカーで日本一を取るという夢。そしてもう一つの夢が、一応これで、ここの合否紹介っていうところをしたら、こう合格って出る。先月、広島大学教育学部の特別支援教育教員養成コースに合格。特別支援教育の教員になる、裕太さんの小さい頃からの夢です。合格っていうのはやっぱ見た後はやっぱなんか一気にこうなんか抜ける感じがあって、でもその後自分より周りの人たちが喜んでるのを見てすごく嬉しかった。教育学部のキャンパスがあるのは東広島市内。初めて一人暮らしにも挑戦するそうです。自炊するし、省エネ対策するし、なんかいろいろとこうネットでこういろいろ情報を仕入れてるらしくて、あれもするこれもするって教えてくれるんですけど、どうかな、できるかなって言いながらお料理とか大概なんですよね。やっぱりちょっと見えにくいので、こう近づければ見えるんですけど、お料理の包丁の手元が見えないので、若干こうぶつ切りしかできないんですけど、それでもちょっとお料理するって言ってるので楽しみです。またこう宣言してプレッシャーかける。そしたら続くよ。記録で残ってる。この画面。友達と同じように勉強したり、スマートフォンでメッセージを送ったりと、一人で何でもこなす裕太さん。教員を目指そうと思ったきっかけは、病気や障害があるからと挑戦することから遠ざけられた少年時代の経験でした。見えないからっていうんで何でもかんでも周りの人がやってあげようってすごい親切心がね、それは親切から来てるんでね、あれなんだけど、でもなんかもっとこれはしなくていい、ここはちょっと助けてほしいけどっていうね、そこがやっぱりこういろいろ差があるみたいなんで、
そういうところを埋めていきたいなって、裕太が、口にしようと。小学校の時はそれがストレスよ。そうだね、で暗黒時代ね。自分が言うけどそんなん小学生やけど誰も信じんし、親も分からんかったしね、とりあえずきつくなるとこまでは全部周りと一緒がいい、それが多分自分の一番強いところかなと思ってるので、でも多分自分と同じ立場で違う考えを持ってる人はいるとは思いますけど、やっぱりその特別支援教育ってところは自分のもう強みそのものだと思うので、やっぱその過去の経験とかは誰も持ってないと思うし、そこの強みっていうのは大事にしながら自分だからできることはやっぱあると思うので、そこをこう突き詰めてやっていきたいなっていう思いがありますね。中学生の頃から広島のブラインドサッカーチームアフィーレ広島に所属している裕太さん。お久しぶりです。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。寒いね今日は。風が。なんか久しぶりすぎて寒さが。ちょっと暖かいよって。そう。久しぶり。あ、健太、ちょい左。お久しぶりです。来とったね。健太前カメラあるよ。そこで正面開いてる。そこへとすな。やばい、ゆうたじゃん。久しぶり。同じように障害があり、自分よりも若い選手が多いチームでの活動を通して前向きな発言をする習慣がついたという裕太さん。広島での大学進学を目指したのもお世話になったこのチームで日本一を目指したいという思いからです。やっとこういるべき場所に戻ってきたというか、ここに来たかったなっていうのがすごく強く実感しました。受験の前から、だいぶ前から成績があまりまだ伴ってない頃から広島に残るっていうのをすごくずっと何度も言い続けてきたので、しっかり周りもそれを応援してくれて、感謝の気持ちがそこに対する感謝の気持ちすごく大きかったので、こうやって戻ってこれて顔を見れて声かけてくれたのがすごく嬉しかったです。矢継ぎ裕太さん18歳、夢の実現へ新たな一歩を踏み出します。もどかしい気持ちをたくさん知っている矢継ぎさんだからこそ伝えられることっていうのはたくさんあると思います。これからも挑戦し続けてほしいですね。そうですね。新生活が始まるとまた新たな出会いがたくさんあると思います。いろいろな刺激を受けながら勉強にサッカーに夢の実現に向けてこれからも頑張ってください。頑張ってください。